実は、デンマークが大金を日本製鉄道に投資したのは、イタリアが関係していたのです。現役電車運転士の T 学長です。生徒の言うんです。海外ではぼったくりじゃないかと批判の声もあります。しかし、デンマークは最高の買い物だったと大満足しているのです。その理由も含めて、デンマークが日本を選んだ驚きの真相について、これから詳しくお話しいたします。それでは一緒に見ていきましょう。デンマークは人口約600万人で、面積が九州とほぼ同じ小さな国です。実は、鉄道が交通手段として国民生活に欠かせません。小さな国で鉄道が重要ということですか？はい、デンマークでは自動車を購入する際に、購入価格の150% から 180% もの高額な登録税がかかります。つまり200万円の車を買おうとすると、実際には500万円以上も支払わなければならないんです。車がそんなに高いんですか？そのため多くの国民が鉄道を利用しています。国民1人当たりの年間鉄道利用回数は 31.3 回で、これはヨーロッパで第3位の高い利用率です。月に2回以上は電車を使っているということですね。その通りです。ちなみにコペンハーゲンの都市圏だけでも約140万人が住んでいて、エストレインと呼ばれる近郊電車が7路線、さらにコペンハーゲンメトロが4路線も運行されています。小さな国なのにこれだけの路線があるんですね。まさに鉄道が生活の中心なんです。だからこそ鉄道が正常に動かないということは、国民生活に直接的な大きな影響を与えてしまいます。そしてこの重要な鉄道システムで、デンマークは、過去に取り返しのつかない大失敗を経験することになりました。2000年にデンマーク国鉄は、イタリアのアンサルド・ブレダという会社から、新型車両 IC4 を53億クローネ、日本円にして約900億円で購入する契約を結びました。900億円ってすごい金額ですね。ところが、これが史上最悪の鉄道車両調達プロジェクトになってしまったんです。まず、納期が大幅に遅れました。当初は2003年から2005年にかけて納車される予定でした。しかし、実際には2007年から始まり最終的には2013年まで、なんと10年もの遅延が発生したんです。10年も遅れるなんて信じられません。さらに深刻だったのは、納車された車両に致命的な欠陥があったことです。どんなことがあったのでしょうか？2019年1月には、グレートベルト橋で実際に火災事故が発生し、2編成が損傷、そのうち1編成は修復不能になりました。火を吹く電車なんてとても危険ですね。そうなんです。その他にも様々な事故が起きました。最も恐ろしかったのは、2011年11月7日に発生したブレーキ故障事故です。時速180キロで走行していた列車がブレーキをかけましたが、なんと2800メートルもの以上に長い距離を走り続け、赤信号を651メートルも通過してしまったんです。ブレーキが効かないなんて考えただけでも恐ろしいです。その他にも、車両同士を連結する装置が動かない、エンジンから異臭がする、電気系統の不具合などもありました。結果的にデンマーク政府は、2011年11月から、2012年7月までの約8ヶ月間、IC4 の全車両運行を停止せざるを得なくなったんです。8ヶ月間も全部停止ですか？国民の皆さんは本当に大変だったでしょうね。最終的にこのプロジェクトによる総損失額は64億クローネ。日本円にして約1088億円にも達しました。これは当初の契約金額900億円を大幅に上回る損失で、デンマーク史上最大の公共事業失敗となったんです。1088億円の損失、これは完全に安物買いの銭失いですね。まさにその通りです。デンマーク政府はもう二度と失敗は許されない、という切迫した状況に追い込まれました。高い税金を払っている国民に対して、これ以上の失敗は政治的にも致命的だったんです。次こそは絶対に成功させなければいけないということですね。そうなんです。そして、この失敗は実はデンマークだけの問題ではありませんでした。同じアンサルド・ブレダ製の車両は、アメリカのロサンゼルスでも深刻な問題を起こしていたんです。これによりヨーロッパ全体で、イタリア製鉄道車両の信頼性に疑問が持たれるようになりました。他の国でも同じような問題があったんですね。はい、その結果、ヨーロッパ各国が新たな選択肢を求めるようになりました。そこで注目されたのが日本の新幹線技術だったんです。確かに失敗できない状況なら、最も信頼できる技術を選びたくなりますね。その通りです。デンマークの IC4 の失敗は、ヨーロッパ全体に品質と信頼性にお金を払う価値がある、という認識を広める転換点となったんです。
でもなぜ、日本の鉄道技術が選ばれたんでしょうか？他にもドイツやフランスなど鉄道先進国はありますよね？それは、日本の新幹線が持つ圧倒的な実績にあります。というのも、1964年の開業以来、61年間乗客の死亡事故がゼロなんです。さらに、平均遅延時間はわずか1分という驚異的な記録を持っています。61年間事故ゼロで遅延もほとんどないなんて信じられません。この実績は他国の鉄道と比較するとその凄さがよくわかります。例えば、ドイツでは1998年に ICE 列車の脱線事故で101名が亡くなりました。フランスの TGV も2015年に試験運転中の脱線事故で11名が犠牲になっています。他の国では実際に事故が起きているんですね。そうなんです。しかし、新幹線は10億人以上を輸送しながら、乗客の死亡事故ゼロを維持しています。実際、ヨーロッパの関係者たちは日本の職人気質と企業文化に驚かされました。具体的にはどんなことに驚いたんですか？例えば日本では1分遅延しただけでも謝罪するほど、時間への意識が徹底しているんです。また、新幹線の清掃スタッフは、16両編成の車両をわずか7分間で完璧に清掃します。この光景は新幹線劇場と呼ばれ、海外メディアでも話題になりました。7分で16両も清掃するなんて確かに驚異的ですね。さらに終電後には、小さな不具合も見逃さない徹底的な点検が行われます。この品質への執着心こそが61年間無事故の秘密なんです。そんな完璧に思える日本ですが何か問題はなかったんですか？実は日本の技術には、価格という大きな問題がありました。実際に海外からは高すぎるという批判の声が上がり、中国の高速鉄道と比較すると、建設費は約3倍も高いと言われていました。3倍も高いなんて確かに躊躇してしまいそうですね。しかし、デンマークは安物買いの銭失いを痛いほど経験していましたからね。IC4 で1088億円もの損失を出した後では、多少高くても、確実に動く技術の方が結果的に安上がりだと判断したんです。確かに、壊れてばかりの安い車両より、高くても故障しない車両の方がいいですよね。まさにその通りです。そして、日本が評価されたのは技術力だけではありません。日本企業は契約した納期を絶対に守る文化があり、安全に関しては妥協を一切しません。IC4 の納期遅延を経験した後では、納期を守ってくれるだけでもありがたいでしょうね。それだけではありません。日本企業は契約後も手厚いサポートを提供します。現地技術者の長期派遣、24時間365日の保守体制、部品の長期安定供給など、アフターサービスの充実度も他国とは比較になりませんでした。なるほど。買って終わりじゃなくて、その後もしっかりサポートしてくれるんですね。そうなんです。そしてさらに、デンマークは日本の環境技術に注目しました。というのも新幹線は回生ブレーキ技術により、ブレーキ時に発生するエネルギーを電力として回収し、消費電力を 30% も削減できるんです。環境にも優しいんですね。また、日本の車両は軽量化技術により、他国の車両より軽く作られています。これにより、線路への負担が少なく保守費用の削減にもつながります。軽くて強いということですね。デンマークは2030年までに、電力を 100% 再生可能エネルギーで、賄う目標を掲げており、省エネ技術は国家戦略にも合致していました。つまりこれは単なる車両購入ではなく、未来への投資だったんです。高い初期費用も長期的に見れば合理的な判断だったということですね。その通りです。デンマークは、品質、安全性、納期厳守、環境配慮、アフターサービス、という日本の総合力に投資することを決断しました。IC4 の失敗で学んだ安い技術には必ず理由がある、という教訓を生かした、極めて賢明な選択だったのです。でも、実際に日本の技術を体験するまでは、デンマークの関係者の皆さんも半信半疑だったのではないでしょうか？その通りです。IC4 で痛い目にあった関係者たちは正直なところ疑心暗鬼でした。また同じような失敗をするのではないか、本当に宣伝通りの性能があるのか、という不安が渦巻いていたんです。一度騙されたら次は慎重になりますよね。そんな中で行われたのが日本製車両の実証試験でした。当日、コペンハーゲンの試験線に集まったデンマーク政府関係者、鉄道会社幹部、そして地元メディアの表情はまさに緊張そのものでした。どんな試験が行われたんですか？まず最初に行われたのは、発車から加速までの基本性能テストでした。そして、その瞬間が訪れたんです。車両がホームを離れて加速を始めた時、会場にいた全員が息を飲みました。何が起こったんでしょうか？驚くほど静かで滑らかだったんです。
IC4 では発車時にエンジンの騒音と振動で会話すらままならなかったのに、日本製車両は、図書館のような静けさの中をまるで空中を滑るように進んでいったんです。それは確かに驚きです。さらに驚いたのは加速性能でした。IC4 では設計上の最高速度に達するまでに長い時間がかかり、しかも加速中にエンジンが不安定になることがありました。ところが日本製車両は、スムーズかつ力強い加速であっという間に高速域に達したんです。IC4 とは雲泥の差だったんですね。そして決定的だったのはブレーキテストでした。IC4 の悪夢が蘇る中、関係者たちは固唾を飲んで見守りました。しかし、こちらは高速から急ブレーキをかけた瞬間、車両は計算通りの距離でピタリと止まったんです。IC4 の2800メートル制動とは大違いです。その場にいた鉄道技術者の一人は後にこう証言しています。たった5分間の試験走行でこれまでの不安が全て吹き飛んだ。これは本物の技術だと確信したと。5分間で日本が信頼を獲得したということですね。さらに印象的だったのは車内の快適性でした。IC4 では座席に座っていても振動で疲れてしまいましたが、日本製車両では新聞を読んでいても、文字がブレることがありませんでした。乗り心地の違いは歴然としていたんです。技術力の差が一目瞭然です。この試験結果を受けて、デンマーク政府高官は即座に、これこそ我々が求めていた技術だと発言しました。IC4 で失った信頼を取り戻すためには、これほどの技術革新が必要だったのです。関係者の皆さんも安心されたでしょうね。そして、この発車5分の奇跡の噂は瞬く間にヨーロッパ全体に広がりました。デンマークでの成功を見て、イギリス、イタリア、そして他の北欧諸国からも、日本の鉄道技術への問い合わせが殺到し始めたんです。一つの成功事例が世界中に波及していったんですね。まさにそうです。実際、イギリスでは、日立製作所のクラス800、801が、ヨーロピアントレインオブザイヤー2018を受賞しました。デンマークでの5分の奇跡が、世界中で日本の鉄道技術への信頼を決定づける転換点となったのです。たった5分間の試験走行がこんなにも大きな影響を与えるなんて、本当に技術の力ってすごいですね。デンマークでの成功は他の国にも影響を与えたんでしょうか？はい。台湾では日本の新幹線技術をベースにした高速鉄道が、2007年から運行を開始し、15年以上にわたって無事故運行を続けています。これらの成功事例により、世界中で品質と信頼にお金を払う価値があるという認識が広がっていったんです。安いだけではダメだということが、世界中で理解されるようになったということですね。その通りです。インドでは現在ムンバイからアーメダバード間で、日本の新幹線技術を全面採用した高速鉄道プロジェクトが進行中で、総事業費は約 1.4 兆円にも達します。フィリピンでも南北通勤鉄道プロジェクトで日本の技術が採用されています。1.4 兆円。本当に世界規模で日本の技術が求められているんですね。デンマークの成功は単なる車両導入を超えて、日本の鉄道技術の価値を世界に証明する重要な事例となりました。安全性、定時性、環境配慮、そして長期的な信頼性という、日本の強みが国際的に高く評価されるようになったんです。デンマークの選択は正しかったんですね。はい。鉄道事業で一番重要なのは安全です。どんなに速くても、どんなに安くても、安全でなければ意味がありません。だからこそ、61年間無事故という日本の技術が世界に評価されているのです。私が普段安心して電車を運転できるのも、線路や車両の点検がしっかりされているからです。皆さんが安心して電車に乗れるのも同じ理由なんです。T 学長が実際に運転されているからこそ、その重要性がよくわかりますね。ユンちゃんはどう思いましたか？今回のデンマークの事例は、品質と信頼の価値を改めて教えてくれます。安物買いの銭失いではなく、本当に価値のあるものに投資することの大切さを示していると思います。皆さんはどう思いますか？コメント欄で教えてください。皆さんのご意見ぜひお聞きしたいですね。このチャンネルでは、現役電車運転士の私が鉄道について解説していきます。もしこの動画が面白かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また、このチャンネルで取り扱ってほしいテーマや、現役電車運転士の私に聞きたいことがあれば、コメント欄にコメントをお願いします。皆さんのリクエストをお待ちしています。それでは今日はこの辺りで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。